ポーンと出てきたらしくて、ブラジルに3歳の時に行ったみたいです。女の子大好きでしたね、ちっちゃい頃は。もしかしたら、はい、先生もそれに乗っかっていじめてきたりとかしたんですよね。その怒ってた先生が「お前やるじゃん」みたいな。どうも、格闘家の三上ヘンリー大地です。今日は、三上ヘンリー大地1歳から振り返るということで、まず生まれた瞬間こうスポーンと出てきたらしくて、でこう助産師さんが落としそうになって院長先生がすごい助産師さんをこう怒ったらしいですね。何やってんだお前みたいな、落としたらやべえだろみたいな感じで、確か3900とか800?900? ぐらいだったかな。夜泣きとかはもう全然しない子だったみたいで、眠くなると泣き出すみたいな感じなんですけど、人前とかではもう全然、だから要は電車の中でガーって泣く子とかいるじゃないですか。ああいうのではなかったみたいですね。みんなで集まってる場面でも泣いたりとかはしなかったみたいです。半年だか7ヶ月だかで経ってで10ヶ月にいかないぐらいで歩き出したみたいですね。はい、親父はそれで結構びっくりしたって言ってました。でなんか親父が柔道やってたんですけど、こう私をこう布団にこうやって放り投げて、でなんかそこで勝手に受け身が身についたらしくて、だからその怪我とかの経験があんまりないのかもしれないんですけど、柔道の授業の時とか受け身こうやってやってくださいねとかもう普通になんかできるっていうような状態になってましたね。2歳3歳とかは別に自分はあんまり記憶はないんですけど、ブラジルに3歳の時に行ったみたいです。あれじゃないですかね、母親とかがこう旅行で一緒に連れていくとかっていう感じなんじゃないですかね。記憶はない。記憶ないです。でもなんかそこで初めて人前で泣いたらしいです。そう、飛行機の中でめちゃくちゃ泣いたらしくて、うちの母親隣のなんかおばさんとすごい喧嘩したみたいで、その子どうにかしなさいよみたいな感じで言われたらしくて、あんただってそういう時期あったでしょとか、おばさんに向かってすごいこうお互いこう言い合いしたみたいですよね。まあ仕方ないですよね。だから私は電車の中とかでこう子供がわーって泣いてたら、それはなんかまあ仕方ないかなって思うし、逆にね、子供の泣き声とか聞く機会ってあんまないじゃないですか。逆にこれは貴重な機会なのかなって。やっぱ子供が発してるエネルギーを受け取れるから、なんかこれはいい経験なのかなっていうふうに捉えるようにしたら、やっぱり全然なんかもう不快には感じないですね、子供の泣き声は。いやそうでしょ、絶対そうですよ。そう、おかしな話みんな通った道だから、全然私記憶ないんですけど、保育園の時だったかな、5歳とかの時、地域の運動会みたいなのがあったらしくて、その時にその地元がまあ田舎なんで、私みたいなこの外国人面してるやつってなかなかいないじゃないですか。そうですね。そうだから子供だからこう珍しがって「ゲイ人ゲイ人」みたいなのをすごい言われたんですよ。小学校1年生だから2年生だったかな、その子たちが。でその子たちを私なんか3人いたらしいんです。それボコボコにしたらしいですね。はい、でも全然私覚えてないです。でなんか父親がそれを結構言ってくれるんですけど、お前5歳だかの時に小学 1,2 年生のガキどもをボコボコにしたんだぜみたいないうのはよく聞かされますけど、別にみたいな。その子たちはからかってきましたね。だそれにムカついたらしいですね。はい。あとはなんか確かその同じ運動会だったと思うんですけど、かけっこあるじゃないですか、徒競走。徒競走で女の子とも一緒にこう走ることになって、その子がすごい可愛かったのかな、分かんないけど、走って自分の方がこう先にゴールするわけではなく、その子が来るのを一緒に待ってゴールしたらしいです。女の子大好きでしたね、ちっちゃい頃は。もしかしたら、はい、今はもうちょっと分かんないけどはい、そっから小学校編、
小学校低学年編。小学校1年生の終わりから小学校2年生の中か終わりぐらいまでブラジルに行ってたんですよ。でブラジルの学校に通ってました。小学校 1,2 年生だけ。1年生の時だけかな。ポルトガル語が当然話せなくて行ったわけですよ。話せますよ。だって母親はポルトガル語なんで、母親からポルトガル語で話しかけられて、父親からは日本語で話しかけられるっていうような感じ、はい、今でもそんな感じなんですけど、かっこいいかどうかは分かんないけど、でその時になんかフットサルのチームに入って、あれポジションはキーパーやってたのかな、はい、やってました。大きかったですね。あっちに行っても、あっちって別にそんなにこうでかいやつらがいるわけじゃないんで、人口が多いから大きい人がいるようなイメージがあるかもしれないんです。ブラジル人は体格が大きいみたいなイメージがあるかもしれないですけど、平均身長そんなに日本と変わんないんじゃないですかね。はい、今から振り返って日本の小学校とこういうとこが違うみたいな記憶とかある？まあそれこそ小学校1年生から部活入れるっていうのは違うし、私部活掛け持ちもいいんですよ。私フットサルやってたんですけど、他にもなんかダンスとバスケとバレーやってましたね。はい、そう全部掛け持ち、4つ掛け持ちしてました。その中でもなんか試合とか出たのはフットサルぐらいで、他はなんかもう行きたい時に行くみたいな感じですね。で2年生の終わりぐらいで日本に帰ってきて、で特に何もなくお勉強してスポーツやるとかではなくて、そうだ水泳は小学校通してずっとやってました。そうなんですね。はい、水泳はやってました。じゃあ6年間ではないかな、小学校4年までかなやってましたね。その時母親とかになんで俺こんななんか勉強しなきゃいけないのみたいなっていうのも、私が行ってた小学校って、幼稚園から中学校までのエスカレーターなんですけど、幼稚園に入るのにこうちょっとテストしなきゃいけないような特殊なところで、大学の付属の学校なんですよね。でだから結構お勉強をさせるような学校だったんですよね。かなりこうテストも頻繁に小学校の時があるし、小テストいっぱいあってみたいな感じだったんで、もうなんか勉強するの嫌だみたいな感じになってたんですね。で母親に「なんでこんな勉強しなきゃいけないの?」みたいな質問をしたら、母親はなんか「いやあなたスポーツはできんの?」みたいな「いや別にできない」「お金稼げるほどスポーツできんの?」「いやできない」「じゃあなんか芸能人かなんかで事務所に所属してんの?」って言って「いやしてません」みたいな。じゃあなんか歌とか歌えるのとか楽器とか弾いて人前でお金稼げるぐらいできるのみたいな。いやできませんみたいな。じゃあ勉強しなさい。はいって感じですね。だからもう勉強させられて、だから2年23年234は勉強とこう山を駆けずり回ってた記憶しかないですね。特に。でもさ、そのスポーツはでも得意ではあった。徒競走とか早かったですけど、いや徒競走一番でしたよ、それは。でもあれはそういう勉強の学校だから、別になんかみんなね、運動神経がいい子が集まってるような学校じゃないし、俺運動神経いいみたいな意識は全くなかったです。小学校4年生はそれこそその部活に入ってやりましたけど、でも特にこう熱を入れてやるっていうわけではなくて、どちらかっていうとやっぱ山で遊んだりする方が好きかなみたいな感じだったんですね。だから毎日なんかサッカーやるとかではなくて、ちょっと特殊な学校だったって言ったじゃないですか。中学校までエスカレーターの学校で、俺同じ教室に1、2年生と3、4年生と5、6年生が一緒になるっていうような感じだったんだよね。だから5年生があっちを向いて教室の半分であっちを向いて授業するんだったら、6年生は教室の半分であっちを向いて授業するみたいな感じ。先生2人いました。はい。でそこで初めて上下関係みたいなのがこうあって、でその時に自分は結構こう自由な子だったんで、他の、ブラジルの文化もあったり、結構
やんちゃっていうか調子乗りだったんですよね。で上の先輩に、6年生の先輩に目つけられて、でちょっといじめみたいな感じになって、で先生もそれに乗っかっていじめてきたりとかしたんですよね。でそれがあって5年生の時はクラスに行かなくて、学校に行ったら保健室の先生がいて、その保健室の先生が「じゃあベッドで寝とき」みたいな。でベッドで寝て授業が全部終わるまで保健室過ごすみたいなのがもう週の大半がそうでしたね。でも週に1回ぐらいはちょっと授業出てみて、でもやっぱ午前中で結構きつくて精神的に。でやっぱ午後は早退するか保健室行くかみたいな感じでしたね。だからその保健室の先生が結構私助けてくれたんですけど、担任は保健室に来て、でこうニヤニヤしながら「もうずる休みはいけないよ」とかこう言ってくるんですよ。でそれに保健室の先生はこう結構「今そういう状態じゃないんです」みたいなこと言ってかばってくれたんですけど、でその小5の冬の時期にいじめから抜け出せたタイミングがあって、母親はすごいこう私のこと心配してて、で大丈夫かみたいな感じだったんですけど、父親が「もうお前そんな殴りゃいいじゃん」みたいな言われて、いじめられてるやつお前の方が絶対体格でかいんだから殴りゃいいじゃんみたいなこと言われて、あそっかって殴りゃいいのかみたいな感じになって、次の日バッて学校行って、先輩たちが結構昼休みに同級生ではないんですけど同学年の子をこう雪玉で当てて遊んだりとかしてたんですよね。またちょっといじめみたいな。そういじめみたいなのしてて、でこれはなんかいい機会だと思ってもう全員倒してやろうと思ってで何人ぐらいいたのかちょっと覚えてない、5人ぐらいかな、をもうみんなこうバンバンバン殴って倒して、でやったら先生に呼ばれて、1個上の先輩といじめられてた同学年2人かなと私とこう呼ばれて「お前何してんだ」みたいな、すごいこう怒られて、で私もその中で怒られたんですよね。でもその怒られ終わって、じゃあみんないいぞ出てってってなった時に、その怒ってた先生が「お前やるじゃん」みたいなこと言われて、殴ったのに認めてもらえたと思って、でそっからなんかこう自分がその学校で認めてもらったっていう経験がなんかそれが初めてではないんですけど、そういう状態になってからは結構初めてだったんで、なんかこう自信が出てきて学級に戻ってみようと思って学級に行ってみたら、結構そういう話がちょっと広まってたんでクラスの中で、だからちょっともうあいついじめんのやめようかみたいな感じになって、そこから全然手出されなくなりましたね。でも結構ひどかったですよ。連絡帳とかを毎日先生と交換しなきゃいけなかったんですけど、連絡帳ないってなって、で探して近くのまさかと思って近くのドブ行ったら自分の名前の連絡帳あって、担任が「なんで連絡帳提出しないの?」みたいな怒るんですよ。で「いやだってドブに捨てられてたから」みたいな「あんたこれ自作自演でしょ」とか言ったりとか、そんな感じだったんですよね。結構きつかったですね。クラスの中で発言したらみんなシーンってなるとか、そういうなんか陰湿でしたね。結構なのかな分かんないけど、当時はそんな自分がすごいいじめを受けてた感覚はないんですけどね、なんかボコボコにされるとかっていう話だってあるじゃないですか。なんか靴の中に画鋲入れられるとか、そういうのはなくて、ただただこう無視されるとか、そういう感じでしたね。小5はそれでなんとか乗り越えて、で6年生入ったら、56の4組でそのままなんで今度は後輩ができるじゃないですか。上にはもういないし、で5年生の時にそういう状況だった時に私がね1個上の先輩をちょっとこう殴ったみたいな話もちょっとこうあったんで、6年生になったらもうそういうのなくて、もうそう6年生は特に何もなく平穏に過ごしましたっていう感じで、だから小学校5年生の時点でいじめを受けたんで部活も辞めたし、でそれこそ水泳ももうそこで辞めたんですよね。だから5、6年生は特にもう何もスポーツをすることなくっていう感じでしたね。で中学校に行くって感じ。はい、こんな感じで中
小さい頃の私の振り返りやってみましたけど、面白いのかどうかちょっとよくわかんないですけど、はい、見てくれてどうもありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ここでなんかマイクやってること見れる。あ、そうだ、この赤いのが出てた。すごいなぁ。ちゃんと分かる。